こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、いつものようにピラミッドを見ながらのゲーム再開ですが、ついにここまで建築しました。長かったです。ならもう完成してるから今回が最終回でいいわね。すみません、今のは嘘です。テリーの冒険はこれからだものね。ではなくて。まあでも、冒険の時間はぼちぼちじゃないかと思ってます。前々作では地図43枚目で達成なので、きっともう少しなんです。根拠としては弱いわね。さて前回は、最後のバイオームと思われるメガタイが探しに旅立ち、地図41枚目までを調査しました。通りがかりに石炭などを回収して、ボドゾル以外の建築材集めはまずまず順調な感じです。ボドゾルもまだ順調と言えるわよ。まあすぐ見つかったら逆にびっくりでした。なお現時点でのバイオーム踏破予想はこのようになっており、この遠征で欲しがっている建築材の残りはこの通りです。TNT が1個減ったわね。山岳拠点で回収した火薬分を反映し忘れていました。さて2分待ったところで、かまどの残り火までで精錬は打ち切ります。ここまでの精錬だけでもインベントリは多少圧縮できたし、メガタイガがあっさり見つかればまだ精錬するに及ばないわけです。つまり、今回はメガタイガが見つかる気がしているのね。はい。過去のバイオーム探索データを振り返っても、やはりメガタイガはメサほど苦労しないはずです。さてでは、エンダーチェストとインベントリの空き枠がまあまあできたところで、メガタイガを探しに地図42枚目に突入です。で、その30秒後、陸地が見当たりません。ピンチです。今回の遠征では忘れ物はないと思っていたら、水蓮の葉を忘れてました。地図作れないということね。このままではせっかくの地図の綺麗な一筆書きが途切れてしまいます。そっちの問題？魚海底神殿まで出てきたし、もうメガタイガとかいいので陸地見つかってほしいです。あ、その願い聞き届けられたようよ。さて上陸して落ち着いたところで、前回の疲労はすっかり抜けて今日は元気です。実は前回のプレイの次の日に、リアルで少々熱が出ました。潜伏中だったのでしょうね。そういえば、最近ビタミンゾンとかビタミン菌を摂取していなかったものね。そして意気揚々と出港した3分後、船は海の木図となりました。多分あのイカの念力にやられたんだと思います。まあ念力があれば確かに空を飛べるわね。そして陸地に着いたところで、意外とありそうでほとんど見かけない、浅瀬の底の溶岩池を見つけました。やや物珍しいです。珍しいけど、見栄えが地味なのが弱点ね。そして地図を北に抜けて、前々作で最後となった地図43枚目に突入です。で、森林に入った直後に、昼間に地上を徘徊してきた雲に遭遇しました。ドーピングしてるわね。うおー、さすが俊敏の効果です。狼に鍛えられたこの私の腕を持っても、一撃食らってしまいました。14秒で鍛え上げた成果ね。そして4分後、なんとかタイガの方は見つけました。ちらっとどこかでメガタイガが見えるといい感じです。まあ無理よね。なおタイガからメガタイガへの今後の期待感は、タイガを見つけた数と概ね反比例します。そしてタイガに入った直後、魚複数のウサギがダットのごとく。しかし、狼を池に突き落とせばワンチャンスです。今だ。あう、惜しかったのに。まあでも、まずまず検討したわね。なおその先に進んだらすぐ、またもダットに遭遇しましたが、もうなんか、一応義務的に形だけ体を動かしておこうかな気分です。守れる気がしないのね。と、シダの上ってアンチでしたっけ？さてラグさんが頑張っているものの、だいたいいつもプレイ中にいなくなるのでゲーム続行してます。やっと水蓮の葉が手に入ったわね。
そしてまたも大河が、まあ多分通り抜けるのみです。で、大河を横目に雪山に入ったところですが、ぼちぼちここらで冬眠しようとしたら、事件がありました。雪山でベッドで寝て永眠したのね。ここで体が急に重くなって、で、溶けてほっとしたところで、なんだと？この雪山、何かいるわね。これは、夢だったのでしょうか？夢だけど夢じゃなかったのホラー版ね。さて因縁の地図43枚目は、何かと色々あるようです。また砂漠見つけたわね。真正面の砂山の洞窟がなんとなく気になって、近づいてみると。でも、私はこの遠征にかけています。ここでエンダーパールを拾うわけにはいきません。でも数秒悩んでいたわよ。そして砂漠を抜けて海に出たところで、またちょっと疲れてきたようです。その後そ知らぬ顔して泳いでいるのがいい味出しているわね。なおイカの名誉のために念のためにお話ししますと、ここ最近イカが飛んだのは、前回お見せしたシーンとこの収録ではこれっきりです。さて地図を南に抜けて、地図42枚目に戻ったところでまた大河です。まあ何事もなかったです。しかしそのまま南に下り続けると、砂漠が、いや、神殿を背負った砂漠がありました。つまり好都合だと言いたいのね。というわけで、ついに TNT の不足分は残り8個です。ここまで来ると安心感があるわね。で、あれ TNT が拾えてないです。何をやっているんだか。さてお宝の方ですが、ウオーダイヤ来てしまったか。エメラルドも。そして鉄の馬鎧も。ここでアイテム欄が新たに3枠埋まるのは結構きついです。次の砂漠の神殿でさらにともなれば、いよいよ色々捨てないとならないわね。ともかく、ここでサドル放棄スキルを発動しておきます。最初から持ってこなければよかったんじゃないの？ほどなくして、火薬の手持ちがちょうど5個だったことに気づいて、やはり遠征はインベントリとのせめぎ合いが難しいです。さらに地図44枚目を作る最中に少しでも鉄を精錬し、あとは、ステーキを8枚消費すれば1枠にまとめられそうです。もう1枠開けるなら、1つしかない雲の芽を食べるのが手早いわね。なぜ食べないといけないのでしょうか。さてその後はサクサクの船旅で地図を北に抜けて、地図45枚目に入りました。早速水蓮の葉が役立ったわね。ぼちぼちプレイ再開から1時間を超えてきましたが、44枚目の西側探索あたりまではなんとか目指したいところです。そして、手強いメガタイが対策として、ここらでトンネル効果を利用します。なおトンネル効果とは、あたかもトンネルをすり抜けたかのように通過する現象です。見たまんまトンネル通過しているじゃないの。いえ、これはマイクラの仮想世界で通り抜けているように見えるだけなんです。まあ運が良かったようで、連続ボーナスまでつきました。そしてその先にはまたも砂漠です。どうも今いる拠点から北西方面は、砂漠が多い地方だったようです。北東方面の寒い気候と対照的ね。なおぼちぼち長期遠征の可能性も出てきたので、この砂漠ではサトウキビを取り足しました。その後は、焦ることは禁物ということで、旗が立っている砂漠の村に立ち寄ったり、どちらかというと斧じゃないかしら。で、向こうにはアイロンが見えています。せっかくなので持ちやすそうな取っ手に登ってみたら、型番の最後に W がつきそうな感じでした。意外と標高があるのね。なんかこうやって、ここしばらく高いところから景色を眺めたことがなかったような。せいぜい雲を見下ろす程度だったものね。そして、やっと来ました。砂漠の神殿3つ目です。これで TNT の収集が終わったわね。で、
この神殿が今までに見たことがないほどの珍しいもので、中に入って少々驚きました。神殿が村を侵食しているのは過去にいくつか見てきましたが、溶岩に侵食されたものは初めてです。これ TNT は無事なの？コアゴは確認すると、どうやら無事だったようです。さてお宝の方は、サドルは取らないのでセーフ。これもセーフ。よし3連続セーフ。ウオーアウト。まあでも、一枠の被害で済んでよかったと言うべきかもしれません。決して運は悪くないわね。さて私はこの企画では曲がりなりにも建築系なので、少々腕が鳴ります。罠は溶岩に差し替えれば十分でしょう。まだちょっと足りないかな。そこで、横穴を増やしたら下まで溶岩が届きました。建築系というよりはなしじゃないの？そして穴を塞ぎ、丁寧に破損箇所を作り直して、最後に松明を取り去ればリフォーム完了です。というかもう夜じゃないですか。全然気づかなかったです。何をやっているんだか。で、夜のうちに湧いたクリーパーを思わず倒してしまって失敗です。もう TNT 足りているのに。しかも、今せっかく雲がいたのに、ゾンビ肉に気を取られてプレイ中は気づいていませんでした。さて、その後は地図を南に抜けて地図44枚目に戻り、2分後にはまたも神殿見つけましたが、様子を見ただけでスルーし、まさかゾンビが湧いているからじゃないわよね。あとは4軒しかない村を見つけたくらいで、地図46枚目に突入したところで、今回はここまでとなります。結局メガタイガは見つからなかったわね。まあ焦らないよう、じっくり進めていくしかないでしょう。なお地図の配置を見てみると、この遠征で新たに地図6枚を探索し終わったところです。2つ南の地図あたりで、メガタイガが見つかれば拠点に帰りやすくベストです。それ、次の地図でメガタイガが見つからないでいいという言い訳よね。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。